皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナに提供される新しい兵器が注目されています。それは多連装ロケットシステムです。今回の動画においては、それがゲームチェンジャーになるのかどうかについての解説を行っていこうと思います。まず第一に、ここ最近のことなのですが、ウクライナに提供される兵器が一つ出てくるたびに、これはゲームチェンジャーだ、これもゲームチェンジャーだ、それもゲームチェンジャーだ、みたいに、何でもかんでもゲームチェンジャーだというのが少し流行っているように私には思います。特に YouTube の動画の解説などでは、本来であれば、軍事的に専門的に動画を発信している人でさえ、そのようなゲームチェンジャーだといった言葉を非常に安易に使っているように私には思います。今回提供される多連装ロケットシステムなどもこのゲームチェンジャーとして扱われることがあります。というわけでそのような風潮から言えば私もゲームチェンジャーだと言いかねないのですが、私がはっきり言いますが、これはゲームチェンジャーには今のところなりません。なぜそのように言えるかについて解説を行っていきましょう。まず第一に、ウクライナに提供される多連装ロケットシステムは最大射程距離300キロのロケット弾を装填することが可能で、この長射程のロケットが大量に投入されることとなれば、ウクライナにとっては非常に大きな戦力となり、ゲームチェンジャーと言われても納得することができます。しかし、バイデン大統領はこの件に関して、射程距離300キロというのはロシア本国その奥深くまで到達することができるため、ロシアを過度に刺激する可能性があるため、このような兵器については提供しないことを表明しています。そのため、提供される弾、ロケットの射程距離は70から80キロ程度のものにとどめると表明しています。なるほど、そのように300キロの射程のものではなく、70から80キロ程度の射程のものにとどめたんだから、ゲームチェンジャーとは呼ばないんだなと思われたかもしれませんが、そうではありません。この射程距離70から80キロというのは、これまで大量に提供されてきた榴弾砲に比べると、射程距離が2倍から3倍程度にもなり、非常に強力であることは間違いありません。しかし、私がなぜこのような質のいい攻撃力の高い兵器がゲームチェンジャーにならないかと断言できるのは、それは提供される数があまりにも少ないからです。現在のところウクライナに多連装ロケットシステムを提供すると発表している国は3つあります。アメリカ、イギリス、ドイツです。この3つの国の提供する数といったものを合計したとしても、現在のところ12機程度に過ぎません。自走式、剣式の榴弾砲の合計数が150から200程度までになっているのではないかと言われていることに比べれば、だいたい10分の1程度に過ぎません。いくら射程距離が長いからといって数があまりにも少ない以上、多連装ロケットシステムが投入されるぞとなって、これをもってして戦局が一気に動くというのはちょっと難しいでしょう。ですから、多連装ロケットシステムがゲームチェンジャーと呼べる状況になるというのは、それは提供する数が現在の2桁ではなく3桁に到達する時だと思います。というわけで、ウクライナに提供される多連装ロケットシステム、一つ一つの兵器の質としては攻撃力も高く射程距離も長いことから優れた兵器ではあるものの、提供される数が少ないためにゲームチェンジャーといってもてはやすのはちょっと間違っているというのが私の解説です。なお、この多連装ロケットシステムの訓練期間としては3週間から1ヶ月程度が予定されており、今からの期間を考えれば今月中の戦いには間に合わないだろうと思います。来月になればある程度その戦果報告というのがドローンからの観察映像とともに提供されることでしょう。というわけで、ここからは戦況全体についての話をしていこうと思います。私はここ1週間の動画投稿を少しお休みしていました。その間、戦況が大きく変わったかといえば、あまり大きく動いたわけではありません。例えば私が一つ前に出した動画においては、ロシア軍の集中攻撃にさらされることによって、東部戦線ではウクライナ軍の精鋭部隊が包囲殲滅される危険性があるという話をしました。しかし、1週間経った戦況を見てみると、今のところ大きな展開にはなっておらず、ロシア軍は一歩一歩前進はしているもの、その間、ウクライナ軍も同様にして戦線を立て直す、維持する、そして移動させるといった時間稼ぎをすることに成功しています。ですから、どこかの部隊全体が包囲殲滅される危険性というのはあまりないような状況になりました。そういったわけで、東部戦線においては、ロシア軍が集中攻撃をしている関係でウクライナ軍が劣勢であることは変わりないのですが、しかしウクライナ軍はよく持ちこたえていると言えるでしょう。そして一方においてウクライナ軍が反撃に出ているのが南部戦線です。ヘルソン州に対する攻勢というものが強まっていて、
南部戦線においても激しい戦いが起こっています。なぜこれまでずっと激しい戦いが起こっていたドンバスの戦いにウクライナ軍が大きな戦力を割くのではなく、南部の方に力を加えてきたか、その点についても解説を行っておきましょう。すでにロシア軍による本格的な侵略が始まってから3ヶ月以上が経過しました。この間、ドンバス地方でもずっと長い間戦闘状況が続いてきましたから、住民の大半がすでに避難勧告を受け入れて避難を終えている状況です。ですから占領するにしてもその地域に残っている住民というのは基本的には少数なのです。なぜそのようにゼロになっていないかといえば、どうしても私はここで育ってそしてここで最後の時を迎えるんだといったような覚悟をした人にしてみれば、避難勧告というのは別に強制的な避難ではありませんから、最後まで残るという人たちもいます。また経済的な理由で一旦土地を離れてしまったら、もう自分の生計を立てる余裕や貯金といったものが全くなく、どこかに移動する気力など全く起こらないという人たちなどもいます。そして正常性バイアスといったものがあって、どんなに近くで砲弾が撃ち込まれていたとしても自分は大丈夫だとなんとなく思って逃げようかなとなんとなく判断を迷っているうちに実際に逃げ出すことができずに街に最後まで残ってしまった人などがいます。そのように全員を避難するというのはちょっと難しい状況なんですが、少なくとも大多数の人が逃げた後ですから、ウクライナ軍としてもある程度戦線を整理するといった形で後退することが今はできる状況になっています。一方で南部戦線においては状況が違います。ドンバスにおいては3ヶ月戦いがあって住民が逃げる時間があったという話をしました。一方で南部において、例えばヘルソン州であるとかザポリージャ州というのは開戦初期においてクリミア半島からなだれ込んできたロシア軍によってあっという間に占領されてしまいました。ですから住民の大半が逃げるという行動を打つ前にすでに占領されてしまったという人たちがたくさんいるわけです。ですからこれらの人々を解放奪還することがウクライナ軍にとっては非常に重要なことなのです。また戦略上においてもクリミア半島の水源はヘルソン州にあり、ヘルソン州を奪還することがクリミアに対する締め付けにもつながりますし、またロシア軍の影響下にある原発などについていってもこれらを奪還することはやはり重要なことなのです。ですからウクライナ軍としてはドンバスの戦いにおいては陣地を築き足止めをすることに時間を稼ぎ、一方においてウクライナの国民がまだまだたくさんいる早期に占領されてしまった土地を奪還することに今は目を向けているのでしょう。これは冷徹な判断ではありますが、少なくとも軍事上においては重要な作戦を優先するという有効な戦略だと私は思います。すでに住民の大半が避難が終わっているドンバスにおいてはあくまでもロシア軍を足止めすることに専念し、一方において自分たちが守るべき国民がまだ占領されている地域を優先する。ですからテレビなどでロシア軍による攻撃などでドンバスが非常に激しい戦いになってロシアの占領地域が広がってしまうということが注目されるわけですが、そこにはもはや政治的な理由というものが主であって、あまり戦局全体を動かすほどのことではないといったことも私たちは理解する必要があります。戦いが激しいのはドンバスだけど、より重要なのは南部におけるウクライナ軍の反撃の方だと言えるでしょう。というわけで今回の動画においてはウクライナに提供される多連装ロケットシステムの影響と果たしてゲームチェンジャーなのかどうかについて解説を行ってきました。あなたは私の話を聞いてどのようなことを思ったでしょうか。ぜひともコメントしていってください。なお最後に一つ余談なのですが、ここ1週間私の動画投稿はお休みをしていましたが、これは別に体調不良が理由ではありません。どちらかというと体の問題というよりも心の問題、活力があまり湧いてこなかったというのがあります。私はここ最近ずっとウクライナにおける情勢の話をしているのですが、私の立ち位置というのはどちらかというと少数派でしょう。というのを YouTube だけではなくニコニコの関連動画などを見ていると、どちらかというとウクライナ側に立っている話というよりも陰謀論にたっぷり染まった、もしくはロシアのプロパガンダを 100% 信じた、もしくはロシアのプロパガンダですらないような陰謀論を展開するようなチャンネルや動画というのが大量にあって、それらを見ている人たちもたくさんいるんだなというのを結構見ました。これらの動画をずっと見ている人たちというのは現実世界においても防衛予算が増えることに反対していたり、もしくは憲法改正に
待ったをかけるような人たちだなというのをちょっと思うと、日本が自分の身は自分で守るという国防の基本を作り出すことすらも議論に次ぐ議論で一向に前に進めないというのもちょっとわかるななどということを思ってしまいました。まあそういった私には別にどうしようもないような部分が結構あるわけですが、答えが出ないようなことだからこそ、なんかそういった考えをいろいろしているうちに、なんか自分自身の活動についても少し活力を失ってしまっていました。まあこの辺りの話というのは基本的にそこまで気に病むことはないし、私にはどうすることもできない部分というのもたくさんあるわけなので、本来であればそれによって私自身が気に病むことなど全くないはずの話です。そのようなことが気になるということは、それだけ私の心がマイナス圏にちょっと沈んでいたんだなという具合に自分自身を少し観察しました。私の場合だとそんなこともちょっとは思っていて、活動そのものを休んでいたわけですが、人によっては休むことすらできずに、なんか調子は悪いんだけど無理に動き続けて、結果的にどうしようもないほど悪化した状態で立ち止まるといったことが発生するかもしれません。というわけで今回の最後の油断というのは、お休みはしていたんだけど別に病院に行っていたとか入院していたといったような本当にひどい状態ではなかったよというところで、でもなんとなく動画を投稿するのが力が出ない、やる気が出ないという状態でしたよというご報告でした。なので動画投稿のペースがなんか落ちているなと思っても、基本的には私のコンディション調整をしているんだなぐらいに思ってもらえれば、そのうち戻ってくるのでご安心ください。というわけで今回の動画はここまでとしましょう。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。